今回はブリュッセルからアントワープへ一人旅します。はい、世界一美しい駅とされるアントワープ中央駅に着きました。大理石、鉄、ガラスなど贅沢な素材を使った豪華なデザインのネオバロック様式です。で、急遽作業が必要になったので駅構内のカフェで作業をすることにしました。ここはかつて王族のための待合室として使われてた場所らしくって、ちょっとね贅沢にビール飲んでました。今日はベンチを見つけたら座ってスケッチするっていう企画をやってみようかなって思ってます。街並みも綺麗だし人もおしゃれだからいろんなものが描けそうだから楽しみ。あと大前提としてベンチが本当にたくさんあるんだよね。で、今日は多分ね日曜日だからショッピングのお店は全部閉まってて、だからこのアントウェープン中の人々がレストランとかに集まって多分テラスでチルしてる日なんだよね。だからそういうレストランの風景は撮れるかな。あとね結構好きなのが人がこうやって写真を撮ってる時なんか感動してるんだなと思って、それを見ると感動するから、そういうところ、あと自転車乗ってるところとかも撮りたい。はい、最初のベンチ発見しました。調べたらベルギーの著名な詩人ポール・ヴァン・オスタイエンさんの銅像だそうです。はい、こんな感じになりました。はい、歩いてたらなんかいい感じの広場でベンチ発見しました。テラスで人々がチルしてるのをちょっと捉えてみました。カフェ店員さんが出てきて演奏者にコーヒーあげててキュンとした。はい、市民の憩いの場でもあるマルクト広場に来ました。噴水とか視聴者があってやはり休日なのでみんな集まってますね。ここにベンチがあったので書いてみます。こんな感じです。アントワープ王立美術館です。この外を描きたいな。ルーベンスという画家の壮大な絵がボン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 たくさんあって、もう圧巻でした。はい、閉館まで中楽しんで、その後外でスケッチしました。どこ見ても綺麗だし最高すぎました。めちゃくちゃ映えそうなベルギーワッフルの屋台があるので描いてみます。直線とか適当で感覚的に描いてます。はい、こちらはアントワープのアートや歴史など学べるマス美術館です。パノラマビューのところにベンチがありました。さっきのバイオリン演奏者黒板に書いてみました。はい、
この奥の細道にもベンチがありました。こんなの書けるのかなって感じだったんですけど、書いてみます。ちょっと花びらを散らしてエモくしてみました。はい、もうちょっとやろうと思ったんだけど、ちょっと雨が降ってきちゃってベンチが濡れちゃってるからちょっと断念しました。また明日やろうかな。アーバンスケッチやってみた感想なんだけど、ベルギーはすごい話しかけられて、子供とかはすごいって言ってくれたりとか、すごいいいねって言ってくれる、ね、人とか、なんかベンチの隣に座った子たちがめっちゃどこから来たのって話しかけてくれたりとか、やっぱすごいね、一人だけど一人じゃない感じ。はい、この日はちょっと作業してから観光に出ていきたいと思います。やっぱりアントワープは港町なので風が強いし、ベルギーって意外と年間の半分以上は雨が降ってるので、この日もねちょっと雨が降ってしまいます。しかもハエが多いんですよ。このカフェもハエが多すぎて断念しました。見たことないマガジンがねいっぱいあってすごい可愛かった。はい、かなり期待してたアントワープモード博物館に来ました。中が映せないんでちょっとあれなんですけど、アントワープのデザイナーの服がたくさん見れて、このね雑貨もめっちゃ可愛いのよ。やっぱムール貝食べとかなきゃってことで勇気出して入ったレストランでスケッチしました。ご褒美って感じですごいいいですね、レストランのスケッチで。トラムに乗ったんだけど、最初待ってる場所が逆方面だって分かって、うわもうさすがに慣れたわ自分天才って思ったら全然違う方面来ちゃって、今から17分ぐらい歩いて向かいます。中心地から離れたところに醸造所はあって、まあちょっと霧もかかってるのであれなんだけど、でもねここの車たちがねすっごい優しくって、信号青になってなくても止まってくれるんだよね。なんかもう超優しいっていうか、本当はこの醸造所に今日行く予定じゃなくって現代美術館行こうとしたけど、もう全然違う方向のトラムに乗っちゃってて、醸造所が近くなってたっていうのと、実は昨日も醸造所のところになんかクローズギリギリに行ったけど、全然 Google マップに書いてあった閉店時間と違って、それより1時間以上早くに閉まってたから、はーってなって、その今日はリバイバルとかチャレンジ、再チャレンジっていう感じで、結構踏んだり蹴ったりでね、こうやって言葉にしてみると、ただまあ言語が分かんないし初めての国だし、こういうのも含めて、まあそのなんかセレンディピティっていうか、その中で見つけたもので楽しんでいきゃいいかっていう感じじゃないとね怒っちゃう。日本のサービスをね期待してると。やっと旗が見えてきました。もう、ちょっと静かすぎて道が人も全然いないし心配だけど信じていこう。信じていくしかない。着いた。やっぱおしゃれだね。楽しみ。はい、今日はスーパーでこのサラダにパスタ
が入ったやつ、これ超美味しそうですね。ちょっともう雨でテンション下がっちゃったので買ってみました。贅沢で、これも本当になんかね、面白い。ちょっと読めないんだけど、ミントだと思う。ミントが入ったサラダが本当に好きだから、結構楽しみ。これね、ちょっとミニサイズって感じで。で、あとこのディップ、これタペナードだから多分、ちょっとしょっぱい系の3種のパンとかにつけるやつ。で、ハムスとかは結構試したから、ちょっと他のって思って買ってみて、でこのチーズのね、ちょっと食べちゃったけど、ベルギーのゴーダンチーズ。これは夜ね、どこのお店でもほとんど。あとパンと、これはおやつ兼主食の、パンプキンシードとかが入ってるヘルシーなクラッカー。いただきます。めちゃくちゃ美味しそう。これどうやって食べるんだろう。書いてるんだけど。もう今は6時半過ぎてるけど、本当に明るくってだいたい10時ぐらいまで夏なので明るい感じで、こんなにサラダが食べれるのはすごい嬉しい。ベルギーのいいところは、ロンドンとかと違ってこのなんかスーパーのお惣菜の質が結構高くて、ロンドンよりは若干安いかなってところ。結構フランスの影響を受けて健康にコンシャスな国だから、加工された度合いによって ABCDE っていうランクとかもつけられてて、パッケージに A とか B とかってあるし、すごいそういうところではヘルシーな食べ物が多いなっていうのはありがたい。反面、美食の国っていうことはつまりレストランが多いんだけど、誰かと一緒に食べる、すごくカジュアルながらかなり高級感のあるレストランみたいなので、なんかテラスで語らいながら食べるみたいなのが多いから、そういうのは一人だとちょっと行きにくいかなっていうところは若干ある。全然映してなかったんですけど、これが仕事机です。この砂糖入ってないグループフルーツのスパークリングウォーターとコーンチェリーとベルジアンワッフルビールでもお供にしながらやってて、外が見えるんだけど今見えないから明日の朝撮ってみよう。はい、チェックアウトの時にお掃除の方にメッセージ残していきました。はい、アントワープいかがだったでしょうか。全部見せられなかったんですけど、今回はスケッチをメインに Vlog を撮ってみました。他にもね、古着屋さんとかレコード屋さんとか、本当におしゃれなお店がたくさんある素敵な街でした。次はハンガリーのブダペストに行ってきたので、その様子をお見せします。ここまで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねをしてくださると泣いて喜びます。また会いましょう。バイバイ。